一見すると、公式画像を忠実に再現した塗装完成品のように見えますが、実は別のキットのパーツを組み合わせ、さらに少しの改造を施すと、水着姿のゴーライ、登場です。今回は、私なりの解釈で、ゴーライの一番可愛らしい一面を表現してみました。全塗装はもちろん、リプラ改造へのこだわりも随所に散りばめました。それでは、グランデゴーライの完成動画、始めましょう。ネオジム式の着脱可能な装甲。この作品における私の一番のこだわりです。装甲を外すと胸部に穴が開いている構造は、私はどうしても受け入れられませんでした。美少女キャラクターには、そのような穴は許せません。では、どう修正しますか？ランナーパテで穴を埋め、胸部を造形し、ネオジム構造を組み込むことで、美少女の本来の美しいシルエットを再現できます。さらに、水着のような軽装スタイルや設定通りの胸アーマーも再現可能です。ネオジム構造により、アーマーの装着位置を調整することも可能となります。首の部分も同様に、元の穴を埋めてネオジム式に変更。これにより頭部を回転させても髪が引っかかって破損する心配がなくなりました。また、上半身を後ろに反らせた際に、腰部の関節が不自然に露出してしまう問題を解決するために、さらにディテールを追加することで、より自然な見た目に仕上げました。スカートが邪魔で足が上がらない？そんな悩みを解消するために、装甲をネオジム式に改造し、スカートの構造を再設定すれば、ハイキックなどの高難度アクションも再現可能です。せっかくメタリック塗装したナイフも、塗装が剥がれる心配はもういりません。シンプルなマグネット式にアップグレード。素体パーツを持たないゴーライを、パーツ差し替えで楽しみたいなら、別売りのイノセンティアがおすすめです。イノセンティアのパーツを組み合わせることで、パッケージイラストのデザインを再現して、楽しみが広がります。いや、可愛すぎるんだから、もう一つ買ってもいいんじゃない。太陽のような輝く笑顔は、これもイノセンティアのパーツです。私の一番のお気に入りです。そして、ゴーライのインク顔もたまらなく魅力的です。その他のフェイスパーツも、寿屋の高いクオリティをしっかりキープしています。さすがです。髪の毛のシンプルなシャドウとグラデーション、いい感じでしょう。塗装手順も難しくありません。まずマゼンダで下地を塗り、その上から黄色を重ね塗りして、満足のいく発色になるまで調整します。髪の毛にシンプルなグラデーションを取り入れると、一気におしゃれ度がアップします。装甲の配色は基本的に原設定に沿いつつ、軽いシャドウを入れることで立体感と視覚的な深みを追加しました。塗料はすべて水性塗料で、基本色から自分で調色しました。詳細は割愛しますが、ご興味ある方はぜひコメントください。パステルで仕上げた肌部分は、自然な肌の質感を演出できます。まずはマットトップコートを塗布し、その後にパステルを使ってメイクや陰影を調整していきます。今回は、すべての PVC 製の手首の塗装を調整しました。まず装甲部分を塗装します。この時点では多少はみ出しても大丈夫です。後で黒色が完全に隠してくれます。そして、武器を持つ際の塗装剥がれを防ぐため、少し厚めに光沢トップコートを塗布します。
最後にツヤの具合を調整して完成です。今回のゴーライは半年にわたる細かな作業を経て完成しました。改造箇所はそれほど多くはありませんが、ほぼ全ての目標を達成できました。制作中に最も大きな発見は、ランナーパテと流し込み接着剤の活用方法でした。一度試してみると、ビクラの修理や成形に関するほとんどの問題が、この2つの素材で解決できると気づきました。プラモ改造を躊躇している方は、ぜひランナーパテと流し込み接着剤を使ってみてください。きっとプラモ改造の世界が広がり、新たな可能性が見えてくるでしょう。寿屋のグランデスケールは、ただの大型化キットに過ぎないと思われるかもしれません。しかし、その完成品を手にした瞬間、他にはない達成感と存在感が、全てを超越する価値があると思います。ただ、大きいサイズによるデメリットも少なくありません。お値段と置き場所もほぼ倍になるし、関節はゆるゆるになりがちだし、塗料だってたくさん使えます。まあ、マガ付きの発売後、このシリーズの沼はさらに広く深くなっていくでしょう。この沼に飛び込もうと考えている皆さんは、ほどほどに楽しんでくださいね。やっとグランデゴーライを完成させたので、私はしばらく通常スケールの世界に戻ります。では、完成したゴーライをじっくりとご覧いただきましょう。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。制作に関して質問があれば、お気軽にコメントしてくださいね。私の作品が気に入ったら、ぜひ高評価、シェアとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。